こんにちは。お元気ですか？今日は2月7日の土曜日ですね。今回はですね、珍しく喋るテーマを決めてます。お金とかについてちょっと喋ってみようかなっていうふうに思います。っていうのもですね、前回の動画のコメントでですね、なんかお金とか貯金とか、そういうお金関係に関する私の思いの変化というかね、この年齢が今、私は48歳なんですけれども、だからつまり年齢とともに若い時から中高年とかね、そういう世代になっていくにつれて、何かお金に対する思いの変化はありましたかみたいなコメントがあったので、せっかくなのでちょっと喋ってみようかなって思います。ただね、なんか多分おそらく喋ってるうちに話がとっちらかって、結局何言ってんのかなみたいになっちゃうかもしれないですけれども、それもご一興みたいな感じでね聞いていただけたらと思います。質問くれた方もね、40代半ばぐらいなのかな。で、今転職活動中みたいなので、そうするとね、普通転職する時どういう会社がいいかな、給料どれくらいがいいかなとかめっちゃ悩むじゃないですか、探して。で、今その方が思ってるのは、とにかくね、最低限の収入でもいいから楽な仕事がしたいっていうような思いがあったみたいなんですよね。なんかそれめっちゃわかるなって思ったんですよね。やっぱりお金めっちゃ欲しいっていう気持ちもあるけど、めっちゃ欲しいっていう仕事って絶対に重労働だったりとか、もしくはすごいスキルが高くて難しいことだったりとかするじゃないですか。つまり大変ですよね。なのでその40代半ばのその方は今生活できるくらいでいいからなのかな、とにかく仕事は楽なものがいいなっていう思いがあったそうなんですね。で、その方もやっぱり若い時2、30代とかはね、やっぱりお金いっぱい欲しいじゃないですか。貯金もしたいし、いろいろ遊んだりとかもしたいので、なのでやっぱお金がいっぱい欲しいっていう感じで頑張って働いてらっしゃったと思うんですけれども、その40代半ばぐらいになって転職してみようってなったら、その時点ではね、楽な仕事がいいな、生活は最低限の収入でもいいからみたいな、そんな気持ちになったらしいんですよね。だからそれは一般的にも他の人も結構年齢とともにそういう風になっていくもんなんだろうかみたいな感じで私にね質問してくださったかと思うんですけれどもね、どうなんですかね。この動画をねご視聴されてる方っていうのはね、私と同世代の方の年齢差の方が一番多いんですよね。だから40代から50代の方が多いですね。なのでどうですかねどうですかねっていうか、若い頃に比べて20代とか30代とかねの頃に比べて40代50代になって、お金ガツガツお金欲しい、お金めっちゃ欲しいですよ今だって。私もそりゃ欲しいですよ。あればあるだけいいし、でもそのお金を得るためにめちゃめちゃガツガツ働かなきゃならないってなったら、ちょっと楽にも行きたいしねっていうのはめっちゃありますね。で、私はどうかっていうと、やっぱり変化はあったと思いますね。この20代30代の頃はこのお題をくれた方と同じように、私もお金めっちゃ欲しい、お金めっちゃ欲しいし、やりたいこととかもあるから、それにお金が必要だから、そのためにお金欲しいみたいなのはめっちゃすごくありましたね。それに対して今はやっぱりこの方と同じように、ちょっともう楽に生きたいなっていうのはありますね。仕事でガツガツ、ただね、もちろんその仕事がねすごく自分にとって興味があることで好奇心があって、それをどんどんやってみたいとかね、そういうのであればある程度大変でもっていうのはあるかもしれないですけれども、ただね、そういう好奇心とかそういう新しい物事とかに興味を持って、すごくそれをやってみたいって思う感情やエネルギーってやっぱり若い頃に起こりやすいし、今でも起こるんですけれども、やっぱりその総量みたいのは減りますよね。
なのでこれは単純に人間が生命体として生物としてのその心境の変化なんじゃないかな、自然なこの生体反応みたいな変化なんじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱり寿命があと残り短くなってくるにつれて、そういう生きる上もしくは生きてどんどん経験をしてさらに繁殖もしてっていう上での心の情熱エネルギーっていうのはおそらくその生物としてもともとインプットされているものだと思いますし、死ぬ間際までねその情熱持ち続けてたらわけわかんないじゃないですか。あと1年で死にますぐらいのね年齢になってるのに、そんな情熱とかそういうのでわちゃわちゃやられてもちょっとっていう感じになってくるじゃないですか。そう考えると寿命の生まれてから亡くなるまでのプログラムとしてはちょっとずつこの気持ちがそういう風にね落ち着いてきてなぎになってくるっていうのは当然のあれなんじゃないかなっていうふうには思いますね。これは単純に私が勝手にそうじゃないかなって思ってるのと、自分も昔に比べてねちょっとなんかとりあえずのんびりしたいねとか、あれやりたい、ここ行きたい、こういう経験したいっていう情熱が総量が減って、のんびりっていいよね、楽っていいよねっていう風にシフトしてきたなっていうのは感じてますね。もちろん情熱が全部なくなったとかそういうのではないんですけれども、昔に比べて、実際いろいろ経験すでにもうしたことがあるからっていう落ち着きもあると思うし、単純に生物のそのエネルギー総量をいつ出すかみたいな体にもともと持って生まれたプログラミングな部分でもきっとね、この私48歳でそんなガツガツした情熱を出さなくてもみたいなプログラミングがされてるんじゃないかなっていうね、その遺伝子的なねものもあるんじゃないかなっていう気はしますね。そうね、例えば私が20代とかね30代とかだったらね、どんなそのお金ってなんていうのかな、やっぱりお金に対する思い、お金が欲しい、お金稼ぎたいっていうそういう思いっていうのは、私にとってはですけどもイコールいろいろやってみたい、いろいろ経験したい、いろいろ手に入れてみたいとか、そういう生きる上での欲望のをするためのツールですよね、道具というか、それがあればできるっていうね。だから、お金というより私の人生でこれが欲しい、あれがしたい、どこに行きたいっていうものをそのまま物理化したようなものがお金だったんですね。だから私はね貯金ももちろん多く欲しいですけれども、それはね単純になんていうか安全安心というね生きていく上でのね先々の不安とかね、そういうのをカバーする上でのお金、貯金っていう貯めておきたいっていうのもあったし、それがあれば自分がしたいことができて、行きたいところに行けて経験したいことができる、手に入れたいものが手に入るっていう、そういう生きる上でやりたい欲望を叶えるための道具でもあるというかね、そういう感じだったので、そうするとねやっぱり若い時の方がねその欲しいとかやりたいとか願望とかね、あとこの人生の先々も長いですしね、そういう意味でもやっぱり貯めておきたいとか安心として持っておきたいっていうのもねもちろんありましたよね。だからやっぱり欲しいエネルギーっていうのはやっぱり今よりあれだし、あとお金を稼げたことによってそのお金って自分が何かを行ったことに対する対価だったりとかするので、自信につながったりとか、それをたくさん持ってれば持っているほど、自分がお金を稼ぐための何かができたというかね、もしくは自分のスキルがそのままこの減少化したものみたいなね、そういう錯覚でもあるのかもしれないですけれども、結構お金が稼げたか稼げないかって運の要素も結構強かったりするので、ただねそういう意味でもね、自尊心とかねそういう意味でも欲しいっていうのはあったと思いますね。っ
でやっぱりねこう若い頃私は別になんだろうお金を散財するタイプではなかったですね。どっちかっていうとケチっていうほどではないかもしれないですけれども、なんかこう買うものの値段とかがねそのお金の対価に見合った内容のものじゃないとすごい嫌だなっていうのはありましたね。だから私若い女の時も若い女の時もあんまりねアクセサリーとかブランドバッグとかね全然興味がないタイプだったんですよ。おしゃれに興味がないってわけじゃないんですよね。なんていうかいわゆるブランドでそのネームバリューとかですごく値段が上がっているもの、例えばバッグに何十万とか、10万以内、例えば5万とかだったらね実際に品物質とかがよくてすごくよく作り込まれてるものとかだったらやっぱりブランドものじゃなくても5万とかね6万とかしちゃうことはあって、そういうのだったら高いけどでもっていう感じででも欲しくて買うとかいうのはあるんですよね。でもそれがね20万とか超えてくるとわけわかんないっていうかね。なのであと逆にこれは逆にブランド物を持ってるのが少し恥ずかしいみたいな、なんていうのかな、いかにも世の中に迎合された人間みたいな風に思っちゃって、今から思えばそんなことはないっていうのはわかるんですよ。ブランドの価値とかもそれを持っていることによるやっぱいいものを持ってて、あとそれがすごく本当に素敵だからなんて言うんだろう、その芸術作品みたいな感じでこのデザインとか手触りとかそのブランドの作るまでのなんとかとかその歴史とかね、そういうのが素敵だなと思ってこのブランド大好きって思って買うとかね、そういう価値でもちろんそのブランドが好きとかそういうのはわかるんですけれども、すいませんちょっとただ若い頃はねそのブランドもの分かりやすいブランドものとかねそういうのをねロゴみたいに持っているのが単純に長いものに巻かれろじゃないけど、あとは世の中で良しとしているものを単純に脳死の状態で迎合されちゃっているみたいなねダサさを感じてしまってごめんなさい。だからその時はねそのブランドのその良さというものとか歴史とかそういう考えまでは至らないですから、浅はかですから、若いからね。なのでブランドものが逆にダサい、みんなと同じものを持ってるのがすっげえダッセーなっていうちょっと言葉には出してなかったですけどそういう考えがあったんですよ、私には。そういうのもあってブランド全然欲しくないっていうのもあって、価値が少し分かるようになった今でも特別やっぱり自分でそのブランドもの欲しいっていうのは意外にないんですけれども、なんだろうな、やっぱり自分の感覚と合ったブランドとかそういうのがたまたますごいこのバッグとかこの雰囲気好きっていうのがたまたまブランドだったりとかしたらちょっと値段と相談して買ったりはすると思うんですけども、特にブランドものそのものに対してのあれはないっていうのはありましたね。ちょっと話がだいぶそれちゃったんですけれども、つまりだからなんだろうな、だから若い頃にそういうブランドものとかそういうものに興味がなかったことによってそこにお金を使わなくて済んだのはラッキーというかね、楽だったなとは思いますね。なんていうかやっぱ欲しいってなるとその欲求を頑張って抑えなきゃ、買えないから買えないよとか思いながらそういう悲しい思いをしたりとか、超頑張ってお金を貯めて買ったり、でも買ったら買ったで嬉しいっていうすごい喜びがあるから、それはそれでいいのか。なんだろう、話がちょっとつまり私は若い時にお金を使いたい方向はそういうものとかじゃなくて、結構旅行とかね、行ってみたい食べてみたいとかそういう経験とかでしたかね。旅行とかとあとは知るための
学び関係、なんかこう資格の取得とか勉強とかそのための本とかね、そういうのはね、なぜかこうもったいないと思わなかったんですよね。すごくこうポンとお金使えたというか、もちろんねそれがすごい高いものとかだったらちょっと別ですけど、大した勉強はしてないですけど、ただそういうこう知識になるものとかに対してはなんかこうお金をこう使うのは全然 OK な気分でしたね。あとはこう旅行とか、ちょっとした学びの経験とかね。あとはこう娯楽ですね。日常の娯楽ですね。だから本とか漫画とか映画ですね。そういうのもねすごくこう大好きだったんで、漫画大好き、小説大好き、映画も大好き。そうそう、若い時は特に映画大好きでしたね。なのでその映画館に映画見に行ったりとか、あとはね当時はレンタル DVD とかですから、こう TSUTAYA とかね、そういうところにもう定期的に映画借りに行って、まだ見てないやつどれかななんて思いながらこういろいろ見て、そういうのとかでお金使ってましたね。あとはこう友達との交際費ですよね。それもどっか出かけに行ったりとか、こういう旅行とかちょっとしたお出かけとか、あとはこう飲みですよね。お酒、飲み会。飲み会はお金使っちゃいますよね。1回の飲みでやっぱり1万円弱ぐらいはなんやかんやで使っちゃったりとかしますよね。若いから体力もあるんで、その飲んだ後に結局どっかこうまたカラオケとかね、あとは当時ボーリングとかもたまに行ったりとかしましたね。だからこう飲みの後のカラオケとかなんやかんやで結局朝までグダグダしたりとかなんやかんやでこう行ったりするんで、1万円弱ぐらいは使っちゃうんですよね。だから結構そういうのでねお金が飛んだりとかねしてましたね。でもどうだろう、若い頃一番お金が使いたい、やりたい、お金が欲しいんだって思った一番のあれは旅行ですね。特に海外旅行、すごくこういろいろ行きたいところがあって、こう、海外じゃなくても行ったりとかしたんですけども、あとはスキー場ですね。スノーボードとかすごいもっとスノーボードに永遠にできたらいいんだけどなみたいな感じで結構行ったりしてましたけども、結構金曜日の夜に自分の車でね出かけて、こう翌日の朝だから運転6時間くらいとかしてね、で滑って1泊とかして1泊2日とかで2日間滑ってで帰ってくるとかねやってましたね。これ一人で行ってるんですね誰かと行ってるんじゃなくて、だからよく考えたらそれガソリン代とかもかかるんですよね。だからもったいなくて高速使わずに下道で行って一人で行って2日間滑って帰ってくるとかやってましたね。だからねそう考えるとねスノーボードって結構お金かかるじゃないですか。交通費もかかるしリフト代もかかるし、あと板とかつまり道具ですよ。板とかビンディングとかブーツとか、あとはウェアとかね、ウェアとかもこう小物とかね、ヘルメットとかね、何気にすっげえお金かかりますよね。だからそういうのの出費があれでしたね。でウェアもね本当は毎年新しいの欲しい、本当は欲しいけど、そうね、2年間同じのを着て3年目は違うのか、さすがにねこう3年目も同じのを着たいぐらいの金欠ではあったけども、やっぱりねさすがに3年目ぐらいはねいいやつが、新しい最新のやつが欲しいと。それ言ったら板も新しいの欲しいんですよね。板も絶対に3年は使わないですね。2年、もしくはちょっと違うタイプのも欲しいし、私は基本的にはアルペンボーダーだったんですけれども、でもその雪がねすごい降ってパウダーの日とかはフリースタイルも滑りたいわけですよ。でそうすると通常最低でもねアルペンボードとフリースタイルボード2セット必要なわけじゃないですか、最低でもしかもアルペンの板は2種類ぐらい持ってたりとかしたんで、すごいお金かかりますよね今から思うと。だから結構そういうのにお金かけると他のことはもうお金かけない、どうでもいいっていう感じになってましたね。そっか、今から思うと結構スノーボード関係お金かかってますね
そうそう。だからね、別にこうアクセサリーとかブランドバッグとかほんとマジでどうでもよくて、お金がね、なくなっちゃうんでね、本当に。海外旅行とかもね、もっと行きたかったし、まあ自分でね、一番安いこう飛行機を探して、でまあね、私が行きたいのはこういわゆるこうあの安旅なんだ、まあ、バックパッカー旅行なので、まあ、行って現地でこう歩いて宿を探すとかね、あのそういう行き当たりばったり旅とかなので、まあ、ちょっとあれですけども、まあその辺をね安く済ませたとしてとはいえ、でも結局はねパック旅行の方が安いっていう部分もいろいろあったりするじゃないですか。なのでこういろいろ単品でこう飛行機とか宿とか安いところ毎回選んだとしても、まあそこそこはねやっぱ海外なのでかかるし、あとは安全面のこととかを考えるとね、ある程度ここはしっかりお金使ってこうしなきゃとかね、そういうのとかはね、最低限のところはいろいろこうちゃんとするとかね、そういうのもあるのでいろいろお金はかかるっていうのはありましたね。まあそういう感じでこう若い時はいろいろやりたいこととかも多いし、そうすると必然的にね、お金ないとできないことって多いじゃないですか。そうすると仕事も頑張ると。でまあ仕事とか頑張るとそこで新しい出会いがあって友達もできて、だからまあ別にその中でまた仕事は仕事で頑張るし、だから私残業とかでもね、こう残業たくさんできた方がいいって思ってましたね。ごめん残業いいとか頼まれて、まあ一応なんだろう、大変だけど今人いないから出ますよなんて言ってて、まあでも実際ねそれでお金がもらえるから全然嫌とは思ってなかったですね。残業どんどんするぜぐらいの勢いでこう残業してお金稼いでそのお金で何かするっていう感じでしたね。まあもちろん給料とかもね高くないし、あとは私はねそういうふうにいろいろやりたいタイプだったから正社員には絶対なりたくないっていうタイプだったんですよね。だからその分こうなんだろう、ボーナスとかないじゃないですか。だからとりあえず時給でなるべくいい時給のお仕事を転々とすると。でさらにこう同じものを続けていくと正社員になりませんかとかそういうのになるじゃないですか。でもそれもね断ってやっぱりこう正社員とかだとね長期の休みが取れないっていうのもあるし、あとね一度できるようになっちゃったことはもうこれでクリアしたっていう感覚があったので、新しい違うことをやりたいなっていうのがあったんですよね。だからもうこれはいできるようになったからこのゲームはもうおしまいみたいな、そんな感じで新しいことを結構やりたいっていうタイプだったので、まあそういう意味でも結構こうなんていうかジプシー気質というかね、仕事に関してもあっちゃこっちゃしてましたね。だからある意味私はこうお金もこう腰を据えて貯めたいんだけれどもやりたいこととかに考えるとこの収入が低い道を選ぶしかないっていうそういうあれはありましたね。だから海外旅行とか行った時にこの現地でこう外国のね人に出会ったりとかするとまあ結構ねちゃんとしたいい仕事ついてる人だったりとかするんですよ。このバックパックのでっかいリュック背負って安田宿に泊まってるような自分と年派も変わらないような男の子とか女の子とかがこう聞いてみるとすげえいい会社で働いてるみたいな。でなんでみたいな思うと、ちょっと休みが3ヶ月あるからとかなんかそういうこと言うわけ。って思うわけ。なんそれみたいな。私も外国に生まれたかったわみたいな。そうそう。だから日本だと本当にこうなんだろう、こう自分がやりたいことを若い時にあそこに旅行に行ってみたいとかこういう経験してみたいっていうのはこのいわゆるこうフリーターとして生きるしかないっていう選択を迫られるっていうのがね悲しいなっていうふうに思ったりとかしてましたね。まあでもね今の時代だったら結構ねなんていうか一人で稼ぐ、会社に所属せずに一人で稼ぐっていう方法がいろいろ出てきたので、だからね私も時代が20年こう
遅く生まれてたら多分そういう道を選んでたろうなっていうふうには思いますね。だから今の年齢、私ももう50手前ですけれども、今からでもできたらそういう感じで生きていきたいなっていう気持ちもあって、今こういうふうに自分一人でどうにか稼げないかなチャレンジをちょっと始めてるっていう感じでもございます。話が結構脱線しましたけど、ちょっと元のあれにちょっと立ち返りますね。だからお金に対する思いの変化はどうだったのかっていう話ですよね。今回のテーマって。だから2、30代の時に比べて、この40代になった今、お金に対して、貯金に対してどういうふうに変化してきたかっていうので言うと、そうですね。お金はね、めちゃめちゃ欲しいです、今も。ただ、がむしゃらに働いて貯めるっていうよりも、時代の変化もあって、自分のアイデアとか工夫で、しっかりと、自分のこの労力やスキルに見合ったものが稼げる状態になるといいなという思いはあります。あと、ここ近年、ワークライフバランスなんていう言葉も言われてるくらいなので、仕事に人生捧げますみたいな感じじゃなくて、自分の人生とね、働きながらどのように過ごしていくか、家族との時間、自分の趣味の時間、その生きていく上で仕事もしながら自分の人生をどのように過ごしていくかっていう考え方が結構一般的になったじゃないですか。そういう時代の変化も相まってなのかな、私が単純に年を取ったということではなくて、だからなんていうのかな、だから最初コメントくださった方みたいに楽な仕事したいっていうのはありますね。単純にね、体力的に落ちたとかそういうのもあるし、あとは若い頃ってやっぱエネルギーとか行ってみたい、やってみたいっていうそういう好奇心とかそういう熱量が自然に出てくる時期っていうのもあるじゃないですか。でしかも仕事も仕事でなんていうんだろう、まだ仕事もし始めたばっかだから、年齢的にね。それはそれで興味もあってガツガツやっちゃうっていうね。あと、その仕事で成果も出してみたいとか、こういうのができるようになってみたいとか、こういう知識がある人になってみたいとかね。そういうのもあってガツガツやりますけれども、やっぱりね、40代とかになってきて人生半分くらい過ぎたなっていうくらいになると、ある程度ね、この体力的な変化と、エネルギーが出る総量とかね、その感覚っていうのも減ってくるのもあって、この自然にね、ゆったり過ごすことの心地よさとかね、そういうのも出てくるし、ある程度経験とかもできたから、これってどうなんだろうとか、やってみたいとかね、そういうのももうやったことあるし、知ってるし、みたいなね。さらにその上で今やってみたいことっていうことになるとね、またちょっとどっちかというと深い趣味とかね、そういう方に入ってくるような気がするんですよね。だからそういう意味で、この年齢的にもね、仕事一辺倒じゃなくて、人生における、生活における日々の価値というのは何かっていう、あれがね、全てお金で解決できるものではなく、どう過ごしたいかっていう、その気持ちの変化はあると思うんですよね。なんていうのかな、本当に日々のさじの中にちょっとした心の安らぎがあることに気づいたりとかね、そういうフェーズに入ってくるんですよね。そうそう、だからなんていうのかな、この若い頃エネルギーも持て余してますけれども、その人生における残り時間も膨大にあるわけですよね。あと、人によっては80年ありますとか70年ありますとかね、そういう感じで、それがこの40代とかになってくると、平均寿命まで生きるのであればね、あと40年とかね、50年近くあったりはすると思うんですけれども、結構40歳ぐらいからね、病気になる人は病気になるし、いろいろね、体調のその不安とかも出てくる年齢でもあるので、いつ死ぬかわからないみたいなね、気持ちがね、あと50年あるかもしれないけども、もしかしたらあと10年かもしれないなっていうのがなんとなくあるじゃないですか。周りの同世代ぐらいの人が亡くなったっていうような話を聞いたりとか、あとは体調壊してる人もいたりとか、
そういう感じで人生におけるその何かその考え方のこの変化も起きる時期でもあると思うんですよね。だから自分があと持っている時間、平均寿命まで生きたとしてあと40何年だなとか、その自分が所持している時間をどのように過ごしたいかっていう気持ちの変化なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。その若い時はその時とにかく感じたものを消化したい、欲しい、生きたい、やってみたい、こういう人になってみたい、この知識を自分に入れてみたい、それ知ったらどうなんだろうとかね、そういう願望湧き上がる、自然にどんどん湧き上がってくる願望を消化させるためにいろいろするっていう、そういう楽しいエキサイティングな時間帯みたいな感じで、その40代ぐらいになってきた今の自分はその今とあとこの先どれくらいあるのかわからないけど、その所持している時間、自分が所持しているあと残っている時間をどういうふうに過ごしたいのかなって思った時に、結構若い時にもうガンガンやりたいことはやりましたっていうのももしかしたら人にはあるかもしれなくて、その上でこの気持ちの変化とか体調の変化、そういうのも相まってこの所持している時間をどう過ごしたいかっていうそのベクトルの変化みたいのもねあると思うんですよね。どう過ごしたいかっていうのはもっと細分化していくと、日々この瞬間何を感じたいかっていうことだと思うんですよね。感じたいかっていうのは美味しいとか楽しいとかもなんだけど、わーって思うこととかって思うこととかいろいろありますけれども、私の場合はものすごく単純に言うと快な気分を感じたいですね。心地よい心よいっていう方の快適の快ですねの気分をとにかく味わいたいなっていう気持ちはあるんですけれども、その快っていうのはすごく総称の意味で言ったんですけど、例えばハッピーなことですよね。楽しいとか美味しいとかすごく感動したとか、あとは人とか動物とか、何か対象物に対してすごく愛情をふわっとじんわり愛情を感じたとか、あとは何かに対してすごく興奮をしたとか、面白さを感じたとか、どうなるんだろうっていうワクワク感を感じたとか、あとはね単純に体的にね風呂に入ってでへーって思って、あー気持ちいいって思うとかね、そういうのとか、それがいわゆる快の感情ですよね。だからそういうね自分にとってその心地よいものをどれだけ感じれるかっていうことをねいろいろこの残りの所持している時間を過ごしたいなっていうふうには思いますね。だからその中ですごくこれやってみたら面白いんだけどみたいなちょっとした趣味を見つけたりとかしたらめっちゃいいなって思ったりとかしますし、あとは今になってこれめっちゃやってみたいとかすごい情熱が湧いてくることもあるかもしれないし、それとは別にね若い時には全然そこに価値を見出せなかったものとか、ちょっとした日常的な何かに対してすごくそこにすごく価値があるものだったんだって気づいたりとかね、そういう感じでいろいろその今の現代社会何かをやるにも普通の生活をするにもお金が必要なんで、ただそれが自分が何に対して何に払いたいのかっていうのを考えた時に、今そんなにめちゃくちゃ働いてやることに欲しいわけじゃないなみたいな。しかも働くことによってもう一つの資産である時間をそっちに消費してしまうというね。だから私結構お金とね時間をね同じように資産として比べることはあるんですよね。例えばこのまま今の仕事ボーナスもあるし福利厚生もちゃんとしてるしめっちゃいい会社だし人間関係もいいしこのまま続けていきたいなとか思ってちょっとこの例だとあれか今の会社すごく給料はいいけどめっちゃ仕事に時間かかるし結構中間管理職的な感じですごくやることも多いし給料はそこそこもらってんだけどでももう生活がイコール仕事に侵食されてしまっているみたいなね
これだと自分の人生こうねこのリタイアの時期、退職の時期までこんな感じでいわゆるその間の時間と、あと気力とかね、自分のこうやりたいこととかね、それが全部そっちに時間を奪われてしまうと。その代わりお金はそこそこもらえると。あとこんな風にストレスをたくさん溜めた結果、もしかしたら病気になってしまうかもしれないと。病気になってしまったら結局病気で療養している間やりたいことがやれない、美味しいと思えるものが美味しいと思えない、治療によって苦しさがプラスされるとかね。あとさらにそれでお仕事休むことによって結局その時からお金がマイナスになってしまうかもしれないと。そういうふうにいろいろ天秤にかけると、結局はねそこそこいわゆるワークライフバランス的なこと大事だよね、特に年齢が年齢になってくるとみたいな感じになってくるので、結局そのバランスをよく考えた方がいいですよねみたいな。私が今この時点、この48歳の今時点、どんな日常を望んでいるのかっていうのを考えて、その仕事とかにね、すごい給料のいい仕事に就いたことによって、私の48歳から58歳のこの10年間が仕事しかしておりませんでした。その間何も経験をせず、結局年だけ取ってリタイアした時にはお金はそこそこ残りましたけれども、体力がもうなくなっておりましたっていうのはよく聞く話じゃないですか。あとこの48歳とかね、その年齢その年齢に感じれる感性っていうのがあるので、その年齢に感じとける感性は感じときたいみたいなね。だからいろいろ楽しいこととか、これいいな、これ好きだなとか感じたことをやっておくとか、もしくはゴローンと休むっていうのも、ゴローンと休んだ時の心地よさもそれの一つかなっていうふうには思うんですよね。なんかな、結論結局何なんですかねわかんないけど、年齢とともにお金に対する思いは変わってきましたよとか、どんな風に過ごしたいかが結局お金、現代社会って全てお金によって賄える部分があまりにも多すぎるので、お金イコールどう生きるか、どう過ごすか、今日どうするかみたいな、そんなことになってくるので、その思いの変化がお金に対する変化なのかなっていう風に思いましたね。そんな感じですかね。だから若いうちね、ある程度いろいろお金がと思っても、そのお金を本当に自分が必要だったりとか経験したいことに使うっていうことは、大事だなって思うし、あとは周りの人のアドバイスとかをもとにね、無駄なお金をね使いすぎずに、あと必要な部分はしっかりと賢く使えるようにっていうのはやっぱありますよね。若い時にはいっぱい経験した方がいいっていうのは確かにそれは真実ではあると思うし、もちろん体力とかエネルギーとか情熱が湧き上がってくる時期だから、しっかりその時しといた方がいいっていうのもあるし、あとこれは個人的見解なんですけれども、やっぱり年齢によってね、同じことでも感度が違うっていうのがあるんですよね。若い時は大まかに言うと感度が鋭いんですよね。感度がいいんですよね。だからそれは同じことを経験しても若い時の方がうわーって思ったりするんですよね。もちろんね、経験値が今までなかった初めてのことだからっていうのもあると思うんですけども、ただ単に感覚神経が研ぎ澄まされてる時期というかね、そういう感じのもあると思うんですよ。だから感度がいいっていうのは良くも悪くもな部分があって、すごく素晴らしい経験はより感度がうわーって素晴らしく感じるんだけれども、すごく苦しい経験とか出来事はすごく傷が深く残ってしまったりとかする時期でもあると思うんですよね。だからそういう意味では、まず若いうちにたくさんいい経験とかやりたいこととか自分で湧き上がってきたことはなるべくたくさん経験した方がいいと。ある程度それはお金をそこそこ使ってでも経験した方がいいことかもしれないっていうことがあるし、それはだからやっぱ若い時はいろいろやっといた方がいいねっていうのは確かに正しいことだと思う。あとその反面、若い時はやっぱりこの受けた傷が鋭さが感度がもう痛覚がね
もうズッキズキに痛いし、しかもその古傷がずっと残るっていう時期でもあるんじゃないかなって個人的には思うので、だから、その若い時期に何かあったことっていうのは、今すごくダメージも受けやすいというか、痛くすごく感じる時期でもあるので、ある程度ね、若いからいろいろ頑張れちゃうっていうのもあるんだけど、心を守る意識っていうのもね、若い時っていうのはきちんと持っといた方がいいと思いますね。がむしゃらにね、ただ、すべて苦しいことも何でも乗り越えて、辛いことでも突っ走れみたいなね、それが美徳みたいな風に言う人もいるかもしれないですけれども、心を守る意識と、あとは、こう、第三者目線というかね、俯瞰する意識、この幽体離脱して、この斜め後ろから自分を俯瞰するみたいなね、そういう感覚で、そういうものを故意にしっかり持つようにした方がいいと思いますね。で、そういうのを持たなくても体力もあるしエネルギーもあるから頑張れちゃう、走り切れちゃうっていうのもあるのかもしれないですけど、結構後々ずっと傷が残ったりとか、後遺症が残ることもあると思うんですよね。なので、そういう心を守る意識を持ったりとか、あとは信頼できる人、これを間違えちゃダメなんですけど、信頼できる人に相談をするとか、あとは今だったらね、昔は本くらいしかなかったけど、こういろんなこう情報がね、YouTube とかも溢れてるので、ただね、それをね、しっかり選択する選択眼は必要ですね。いろんな人の意見を参考にしてみるとかね、いうのは大事かなっていうふうに思いますね。あとは、意外とこのトラップなのは、いわゆる世の中的な道徳、これが正解ですとか、こうするべきですっていう道徳とか、あとはね、そうだな、すごい成功者とか、あとは人格者とか、そういうふうに正しいとも言われてる人の言葉、成功してるし人格者だし、そういう人の言葉は全て正解だというふうに鵜呑みにしない方がいいということですね。それは人によっては正解になったりとかするんですけれども、その状況とか生まれてきた環境とか、あとはもともと持った性質とかね、そういうのもあるんですけれども、だからそういうのはね、そのまま素直にインストールすべきではなく、まずしっかりその前にね、自分でまずそれを咀嚼した時点で取り込める部分だけ取り込む、いいとこ取りをするくらいの意識がある必要がありますね。もしくはある程度カスタマイズして理解する、そのまま全部インストールするんじゃなくて、一回それしっかり因数分解してその上で取り込んでくださいねっていうのは必要ですね。それが世の中的にこれが道徳です、この成功者が言ってます、人格者が言ってます、だからそうなんだじゃなくてね、あと人がそうだって言ってそれが正解で、しかもその人がそれでうまくいったとしても、そうなんだ、なるほど、自分もそう思うっていうのは自分で選んでいいんですっていう、それをね、公にみんなに自分こうだから全然違うと思うんだけどとか、そういうことは全然言わなくていいんだけど、言っちゃダメなんだけど、逆に自分で判断して自分でこれはこうだなっていうふうに自分の正解を導き出してもいいんですっていうことですね。そうしちゃいけないっていうふうにね、なんとなく子供の頃から洗脳されてる部分っていうのはある程度誰にでもあるので、なんて言うんだろう、大人になったらね、自分で自分の宗教を作っていっていいと思うんですよね。自分一人のですね、人は入れなくていいんですよ自分が教祖で会員は自分だけみたいなねなので逆にね、小さい頃とか若い時にいろいろトラウマがあっても、大人になってきたらある程度自己責任の部分があるんで、そこからその人はもちろん辛かったし大変だったけど、ある程度自分でね、自分の宗教を作っていくくらいの強さが必要なんだろうなっていうふうに思ったりとかしますね。もちろん本当に人によってはそれもう難しいしっていうくらいの、人によって差があるのはもちろんなので、こんなね、そうすべきですみたいなことは全然言えないしあれなんですけれども、ただね、自分で考えてもいいんですよってことだけはね、心に留めるっていう感じですかね。ちょっとなんかもう話がまたやっぱり
何の話をしたかったんだっていうことになりますね。なんだろう、私もね、結局こう今この48歳とかの今は、楽に行きたいですね。この辛い仕事とか時間を取られちゃう仕事をするくらいだったら、やっぱり最低限の生活ができて楽に行きたいって思いますね。でプラスアルファ今現在副業とかもできる時代なんで、何でもかんでもね、この楽な仕事をしつつ自分でなんとかほんのちょっとでも小遣い稼ぎでもいいから副業をする、しかも自分が興味があることでっていう方をした方がいいと思いますね。もしお金がどうしてももっと欲しいっていう場合はですけれどもね、もちろんしなくてもいいし、で会社がね副業禁止なところなんですっていうのもあると思いますけれども、副業って法律的には禁止されてないんで、会社がなぜ副業を禁止なのかっていうのが、そのね会社の情報をこう他に漏らさないためとかね、いろいろなのはあると思うんですけれども、そういうのも全体的にそうね、副業を最初からする予定でこう探すのも変かもしれないですけどなんだろうね、こうやっぱりこう体力的にそもそもガツガツ生きれないですよね。こう40代以降になってくると、なんだろう、ガツガツしててもそのフィジカル的なガツガツじゃないみたいなね、クレバーなガツガツクレバーなガツガツってなんだよみたいな、そういう感じなのかな。でももう無理しても面白くないしねっていうね、なんかこうそんなことがありますね。若い頃はねやっぱね逆に困難とかすごくこう怖いこととかね、いわゆるビッグチャレンジとかね、そういう、今ではもう絶対経験したくないっていうことでも、逆にそういうことを乗り越えることによって自分に筋肉がつくんじゃないかというかね、そのクリアすることによってその強さとか自信とか、なんかそういうアイテムを入手できるみたいなね、そういう考えもあって、こうわざとこう高い山に登ろうとしたりとか、茨の道を進もうとかね、そういう考えはちょっとあったりとかしましたね。今はそれが全然ないっていう感じですね。そう今そんなことしたら怪我するわみたいなね。あと私はこう縁側で日向ぼっこをしてお茶を飲んでブヘッとやっているこうほっとしたその感覚の価値が若い頃より感じられるので、そういう方面の心よいの会もね集めたいなっていう気持ちもあったりとかしますね。そういう感じで若い頃に関してお金に対する思いっていうのは、ガツガツ稼ぐ思いは私はない。最低限こう生きれて、ちゃんとコーヒーが飲めて、たまにお菓子食べれて、日本の場合はね貧乏でも結構健康な食事ができるっていうのがメリットなので、アメリカとかと違ってねなのでそういう意味でも最低限の生活をしながらこう自分の趣味にね勤しむっていうことも十分日本だったらできると思うので、そういう感じでこう生きていった方がいいんじゃないかなと。あとそういう感じでこうなんていうかこうちょっと楽なこの仕事でこう最低限の生活をしてると、心がねちょっとこう余裕がというか余白ができるので、そういうのがあるとこういろいろねあれやってみようとか、そういうこの隙間に何かを埋める何かに出会えたりとか、そういういいアイデアが出たりとかねすると思うので、やっぱりそういう感じになってきたなっていうふうには思います。なんだろう、結論ちゃんとわけわかんなくなっちゃうな。だから2、30代に比べてやっぱりお金や貯金に関する思いっていうのが変わってきましたね。ガツガツじゃなくてもいい、働いてガツガツお金を稼がなくても、やっぱり私もちょっと楽な仕事をして自分の時間をこう楽しんでっていう感じですね。その中でも例えばあの国に行きたいとか、ちょっとお金かかる希望とか湧いちゃった時は、その時に初めてちょっと短期でお金を稼ぐ何かにするかもしれないですけど、プラスアルファでちょっとバイトしたりとか、でもなんだろうな、
そんなにガツガツお金はあれかなって思いますね。やっぱりこう年齢とともにそうなるんじゃないかなって思いますね。あとはもう一つ、こう年齢が進むと今度は老後が心配になって貯金がたくさんないと不安とかね、その不安をエンジンにしてこうガツガツ仕事を頑張るっていうのもあるかもしれないですけど、ただね、さっきの私の考えでいくと、こうね、4、50代とかの年齢でガツガツ働いて、ガツガツ働いて、ストレスも溜めて、体も酷使したことによって病気になって、結局それで、ちょっと休職してとか、もしくは心の病気になって結局働けないとかなるとね、そっちで収入が減って、さらにこの治療でお金がかかるっていう、あれ結局だったら、こう、適当に生きてた方が良かったじゃんっていう可能性もあるので、やっぱり私はこの先のね年金が少なくてとかね、いろいろあるかもしんないけど、でもこう健康だったら結局は生涯なんかこう畑仕事、家庭菜園で野菜ぐらいは自分で賄えるとかねあとは趣味で週2、3回ぐらいちょっとしたバイトをね、年を取った状態でもしながらね、体ができる範囲で働くとかね、そういうの方がまだいいんじゃないかなっていう気がしてだから先々のことを考えて全てこう貯金をしておくっていうことにしておくと、結局気づいたらぽっくり何らかでこう病気になってポクッと50歳ぐらいで死んじゃうとかね、そういうこともあると思うんで、その死んだ時にあれだったら自分が持ってる何百万全部あれしとけばよかったとかね、死んだ直後に思うかもしれないので、死んだ直後ぐらいはちょっとまだ意識が残ってるかもしれないんで、心臓が止まったと同時に意識が消えるとはちょっと思えないんで、なのでそうそう、だから今ですね、今こう今コーヒー飲みたいなと思ったらコーヒー飲んで、これ今日うまく入れれたわっていう、そのちっちゃい回を大事にするのも大事かなと。でそのちっちゃい回を味わっていると、あれやりたいな、あそこ行きたいなっていう感覚もこう出てくる、余白がね、スペースが出てくると思うんで、そう出てきたらそれやってみたいな感じで、そんな感じで生きていくのがいいかなって思って、なんですかね、これまた結論になってない気がするんだけど、ちょっとね、なんだろう、話がまとまらないんで、これくらいにしときますね。ちょっと長くなっちゃったし。そんな感じでございます。ということで、それではまた。